皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。生物化学システム理論 BST に関するこれまでの動画では、代謝反応ネットワークの記述で用いる S システムと GMA システムの微分方程式設定法について説明しました。これらはどちらもべき乗則型式でしたね。これらの式を見たとき、多くの人がなぜ BST ではべき乗則型式を使うのかという疑問を持ったのではないでしょうか。そこで今回の動画では、BST でべき乗則型式を使う理由についてお話しします。代謝反応は酵素による触媒作用により起こります。酵素反応は一般にミカエリスメンテン型式で記述されるので、代謝反応ネットワークも本式を使って記述するのが当然だと考えるでしょう。しかし BST ではべき乗則型式を使います。これはなぜでしょう。その理由の一つは、感度を効率よく計算するためです。実際の代謝反応ネットワークは多くの酵素反応からなり、その構造はとても複雑です。よってネットワークの特徴を明らかにするには効率的方法の導入が必要です。この目的にかなうのはパラメータ感度を調べる方法でしょう。そこで感度計算について考えます。すぐに思いつくのは、構築した数式モデル中の酵素の活性を一つずつわずかに変えて代謝物濃度の時間変化を計算することですね。そしてこれらを比較することにより、どの酵素がどの代謝物濃度へ大きな影響を与えているかを調べます。しかし大規模システムではこの作業を行うのに長い時間と大きな労力が必要となります。BST の S システムによれば、定常状態における感度を一瞬のうちに計算することができます。そして感度の絶対値の大きさや符号を調べることにより、酵素活性と代謝物濃度の関係を効率よく明らかにすることができます。具体的な感度計算の手順は後の動画で述べますが、このような計算が可能になるのは BST がべき乗則型式で記述する方法を採用したことによります。一方、ミカエリスメンテン型式を用いて記述されたネットワークシステム、以下これを MM システムと呼ぶことにしますが、代謝反応は酵素の触媒作用により進むので、代謝反応ネットワークの表記は本来 MM 型式を使うのが理にかなっています。しかし BST ではこれをあえてべき乗則型式へ変換します。本システムにおける代謝物濃度の変化を表す微分方程式が S システム、GM やシステム型のべき乗則型式とどのような関係にあるかを説明しなければなりませんね。べき乗則型式への変換の原理は S システム、GM やシステムともに同じです。よって以下では S システムについて述べます。今、図のようなフィードバック阻害を持つ直差上ネットワークを考えます。X1、X2、X3 の濃度は時間とともに変化しますが、X4 の濃度は十分に高く、反応が起こっても変化がわずかであるため一定であるとします。すなわち X1、X2、X3 は従属変数であり、X4 は独立変数です。X3 は X4 から X1 が生成する構想反応を阻害します。また、流速 V1、V2、V3、V4 はミカエリスメンテン型式で与えられています。ただし V1 には阻害反応項があり、少しばかり複雑です。代謝反応は酵素触媒作用で起こるので、代謝反応ネットワークをMM 型式を使って記述するのは当然ですね。X1、X2、X3 の時間変化は1、2、3式で与えられます。
一方、これらの式は S システムでは456式のようになります。間違いないか確認してください。それでは MM システムから GMA システムへの変換を考えましょう。このためには1、2、3式を使い4、5、6式のパラメータを求める必要があります。直作上ネットワークシステムにおいて、ここの流速は正味の流速と同じになります。今、正味流速 V1 のべき乗速型式の対数を取ると、7式が得られます。そして7式を ln(x3) で微分すると、反応次数 G13 の式が与えられます。同様に、7式を ln(x4) で微分すると、反応次数 G14 の式が得られます。次に、正味流速 V-1 のべき乗速型式の対数を取ると、8式が得られます。そして、8式を ln(x1) で微分すると、反応次数 H11 の式が与えられます。次に、正味流速 V-2 のべき乗速型式の対数を取ると、9式が得られます。これを ln(x2) で微分すると、反応次数 H22 の式が与えられます。最後に、正味流速 V-3 のべき乗速型式の対数を取ると、10式が得られます。これを ln(x3) で微分すると、反応次数 H33 の式が与えられます。以上、すべてのパラメータの式が得られました。それでは、最大反応速度 Vm、ミカエリス乗数 Km、阻害乗数 Ki の数値が入った流速式を使い、実際に MM システムから S システムへの変換を行ってみましょう。これらの式を用いると、MM システムは次のようになります。ここで得られた式を S システムへ変換するには、まず定常状態における代謝物濃度 X1、X2、X3 を求めなければなりません。これには MM システム型方程式の右辺の項を0と置いた連立方程式を解く必要があります。これらの解は別の動画で述べるニュートン・ラプソン法により求めることができます。ここではこの計算を行い、ここに示す定常状態濃度が得られたものとして話を進めます。得られた定常状態値と Vm、Km、Ki の値を反応次数の式へ代入します。これにより、ここに示す値が得られます。ここで G13 だけが負の値になっていますね。これは G13 がフィードバック阻害に関わるパラメータであるからです。さらに求めた値を使うと、速度乗数値が得られます。以上で全ての S システム型方程式中のパラメータ値が求められました。これらを456式へ代入することにより S システム型方程式が完成します。すなわち MM システムが S システムへと変換されました。前述したように S システムにおいて X1 の変化を表す微分方程式中に負の値が含まれています。これは G13 がフィードバック阻害を表すパラメータであるからです。X3 が大きくなるとき、G13 が負の値であるため、流速 V1 は小さくなることがわかりますね。この流速の変化がフィードバック阻害として働いています。後の動画で説明しますが、変換により得られた S システム型方程式を使うと、定常状態感度を簡単に求めることができます。ネットワークシステムを S システム型式で記述することには、
定常状態感度の計算が容易になることのほかにもう一つの利点があります。上述したように MM システムは定常状態において S システムと完全に一致します。そこでこの事実を前提とし、与えられたネットワークを初めから S システム型方程式で表します。次に定常状態の仮定の下で式を変形します。これにより従属変数のパラメータとの関係が得られます。例えば代謝物濃度に対して導いた式において興味のあるパラメータが分母にあるとしましょう。この場合そのパラメータが増加すると代謝物濃度が減少することがわかります。すなわち従属変数のパラメータとの関係を簡単に理解することができます。このような記号を使った解析についても後の動画で説明します。以上、S システムが持つ利点をまとめると次のようになります。1、定常状態感度の計算を容易にする。2、代謝反応ネットワークが与えられたら BSD における変数、パラメータの記号を用いることでシステム方程式を簡単に設定することができる。3、このシステム方程式から定常状態におけるシステムの特徴を理解することができる。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。